あなたは何に興味を持っていますか？私には人々が理解できない何かが必要だった。それが科学だった。この言葉を残したのは、科学の世界で名を馳せたマリー・キュリーです。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、マリー・キュリーの言霊を紹介していきます。あなたは何に興味を持っていますか？キュリーは自分自身の強い好奇心と探求心を持って科学の道を突き進んだ人物です。彼女は科学者として、放射線の研究で2度のノーベル賞を受賞し、その功績は今もなお語り継がれています。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずマリー・キュリーのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハーミュです。私、キュリー夫人大好きなんですよ。今日は話が聞けるということで、知らないこといっぱい学びたいと思っているので、よろしくお願いします。やっぱり最初は、前と環境から教えていただくのがいいかなと思います。こんにちは、ハミルさん。キュリー夫人のファンでいらっしゃると聞いて、私も嬉しいよ。それじゃあ、マリー・キュリーの生い立ちからお話ししていこう。マリー・キュリーは1867年11月7日に、当時ロシア帝国の支配下にあったポーランドのワルシャワで生まれたんだ。彼女の本名はマリア・スクオトフスカで、親は教育熱心な家庭だったんだよ。父親は数学と物理学の教師で、母親は学校の校長だったんだけど、政治的な事情で結構貧乏な生活だったというんだ。そんな状況でも、マリーは学ぶことに夢中で、特に科学が大好きだった。でも、当時のポーランドでは女性が高い教育を受けるのは大変だったから、彼女は密かにフロー大学というところで頑張って勉強したんだって。それが後にパリで本格的な科学教育を受けるきっかけになったんだよ。マリーの若き日の経験が、彼女の研究生活や、後に彼女が直面するいろんな困難に立ち向かう元気をくれたんだって。早速知らないことが出てきました。お父さんは、数学と物理で、お母さんは校長先生だったんですよね。じゃあなんで、キュリー夫人は科学に興味を持ったんでしょうか？影響を受けたきっかけがあったってことなのかな？そうだね。ハミルさんの興味深い質問に感謝するよ。マリー・キュリーが科学にハマったのは、彼女の両親の影響が大きかったんだよ。お父さんが数学と物理の先生だったから、家にはいろんな科学の道具や教材があったんだ。マリーは小さい頃から、父親が学生たちにやってる科学の実験を見て育ったんだ。そういう環境が、彼女の科学への興味をすごく刺激したんだ。それに、マリーのお父さんはポーランドの政治に反対する知識人の一人でもあって、自分の考えや教育に対する情熱を娘に伝えたんだよ。そういう家庭の環境が、マリーが自分の好奇心を追求する力強い意志を持つようになる一因になったんだ。だから、マリー・キュリーの科学への情熱は、ただ自然に興味を持ったわけじゃなくて、教育や知的探求を大事にする過程で育った結果なんだよ。彼女の成功は、そういう好奇心の大切さを教えてくれるんだよね。そうか、物理って言っても、理科の中にある科目だもんね。じゃあ、家庭環境から学ぶ好奇心と考え方の基礎が出来上がっていったってことになるんだ。すごい。キュリー夫人は、そうして学びを深めていく中で、初期の頃から成果が出たりしたのかな？なんかきっと苦労があったような気がするんだけど。そうだね、ハミルさん。家庭環境は、マリー・キュリーが学ぶ好奇心と考え方の基盤を作る大きな要素だったんだよね。彼女が科学者としての初期の成果と挑戦について、詳しく話していこう。マリー・キュリーがパリに移住してからは、ソルボンヌ大学で物理学と数学を学んだんだ。彼女はすごく優秀で、特に物理学では学年首位で卒業したんだよ。でも、その学びの中でいろんな困難にも直面したんだ。例えば、お金の問題が常に頭を抱えさせてたし、奨学金をもらうためにはトップの成績をキープしなきゃいけなかったんだ。それに、当時の女性科学者としての道は本当に厳しかったんだ。彼女の研究はしばしば男性の同僚たちからの偏見や疑念を受けたんだよ。でも、マリー・キュリーはそんな障壁を乗り越えて、夫のピエール・キュリーと共同で放射能研究を進めていったんだ。その結果、新元素のラジウムとポロニウムを発見し、1903年にはピエールと一緒にノーベル物理学賞を受賞したんだ。マリー・キュリーの物語は、困難を克服して成功をつかむ大切さを教えてくれるね。学年トップで卒業ってすごい。ノーベル賞を受賞したことは有名だけど、旦那さんと力を合わせてってところが一番グッとくるポイントなんですよね。もう少し深く知りたいんですけど、ノーベル賞までにキュリー夫人が直面した苦労や挑戦、そしてどう対処して乗り越えていったのか教えてもらえますか？私も今後の参考にしていきたいです。
そうだね、ハミルさん。マリー・キュリーのノーベル賞受賞までの道のりは本当に苦労と挑戦に満ちてたけど、彼女の対処法は今でもすごく価値があるんだよね。それでは彼女が直面した主な苦労と挑戦、そしてそれをどう乗り越えていったかをお話ししよう。財政的な困難。マリー・キュリーは学生時代から経済的な問題に直面してたんだ。学費を稼ぐために家庭教師の仕事をして、それでも学び続けたんだよ。そして研究資金の不足も大きな障害だったけど、彼女とピエールは工夫してコストを抑えたり、使い古した機材を再利用するなどして資金を節約したんだ。社会的な偏見。当時の科学界は男性中心で、女性研究者が認められにくい状況だったんだ。マリー・キュリーは自分の能力を疑われたり、性別による差別を受けたりしたけど、彼女は研究成果を積み重ねて徐々に批判を乗り越え、学会で尊敬を勝ち取ったんだ。健康問題。放射能研究のため、マリーとピエールは放射線の影響を受け続けたんだ。その結果、2人とも健康を害したけど、当時は放射線の影響がまだよく分かってなかったから、リスクを受け入れて研究を続けたんだ。パートナーシップの力。マリーの最大の支えは夫のピエールだったんだ。2人はお互いをサポートし合って研究の困難を共に乗り越えたんだ。特にピエールはマリーの研究を強く支持し、彼女が学会で認められるよう積極的に助けたんだ。ハミルさん、マリー・キュリーの例から持続的な努力と強固なサポートがいかに重要か学べるね。これがハミルさんの今後の挑戦に役立つといいと思う。もし他に質問があればどんどん聞いてね。そっか、時代的には女性差別もあったんだ。家計も苦しかったけど努力でカバーしたんだね。そして旦那さんと二人三脚で歩んできたことが支えになっていたんだよね。きっとここまでの話でより言霊についての興味が湧きました。私には人々が理解できない何かが必要だった、それが科学だったについて知りたいです。ちょっと私には難しくて読解しきれていないので分かりやすく解説してくださいね。もちろん、ハミルさん。では次のセクションで詳しく解説していくよ。マリー・キュリーの名言、私には人々が理解できない何かが必要だった、それが科学だったについてより詳しく解説していこう。この名言はマリー・キュリーが自分の内なる動機と科学という分野に対する彼女の情熱を表現しているんだ。具体的には以下のポイントで分解してみよう。独自の探求心。マリー・キュリーは人々が理解できない何かと言っているね。これは一般の人々が興味を持たないか理解しづらい深い科学的な問題に彼女が引き込まれていたことを示しているよ。彼女は一般の人々とは違う独特な探求心を持っていたんだ。科学への必然性。彼女にとって科学は単なる興味の対象ではなく必要だったと言っているね。これは科学が彼女の生きがいであり存在の核であったことを示しているよ。彼女にとって科学は自己実現の手段であり、彼女の内なる声に応える方法だったんだ。理解の探求。彼女が言う理解できない何かとは未解明の科学的な謎や問題への挑戦を指しているね。彼女の研究は当時理解されていなかった放射性や新元素に関するものだった。これらを探求することで彼女は科学界に多大な貢献をしたんだ。この言葉は私たちにも新しいことに挑戦する勇気を与えてくれる。また自分だけの特別な関心事を見つけ、それに情熱を傾けることの重要性を教えてくれるんだ。ハミルさん、この解説でマリー・キュリーの言葉の意味が少しでも明確になったかな。そういうことだったんですね。誰も踏み入れたことのない世界があったとしても、そこにどんな困難が待っていたとしても、自分が興味を持ったことならとことんやりきる。やっぱりキュリー夫人はかっこいいな。でもなんで放射線に関わることにこだわったんだろう。さっきも教えてくれましたけど、体調にも影響が出てとても大変だったはずだし危険なのに、それを選び貫いた理由ってあるんですか？そうだね、ハミルさん。マリー・キュリーが放射線研究にこだわった理由は彼女の科学に対する情熱や好奇心、そして未知の領域に対する探求心から来ているんだ。それにはいくつかの要素が組み合わさっているよ。科学的な好奇心。マリー・キュリーは科学者として未知なるもの、解明されていない現象に強い興味を持っていたんだ。放射線は彼女が研究を始めた当時、非常に新しく、ほとんど理解されていない現象だったんだ。この新規な現象を探ることが彼女の科学者としての好奇心を刺激したんだ。科学への貢献。放射線研究は医学や物理学など多くの分野に応用可能であり、
その潜在的な価値は計り知れなかったんだ。マリー・キュリーはこの新しい研究領域の持つ可能性を見出し、科学界に大きな貢献をすることができると確信していたんだ。特に医療への応用は彼女にとって大きな動機だったよ。個人的な使命感。またマリー・キュリーには個人的な使命感があったんだ。彼女は女性として初めてのノーベル賞受賞者であり、科学の世界で成功を収めることによって女性の可能性を世界に示す役割を担っていたと感じていたんだ。この使命感が彼女を動かし続ける原動力の一つだったね。夫との共同研究。ピエール・キュリーと共に研究を行う中で、彼の指示もまたマリー・キュリーが研究を続ける大きな理由だったんだ。ピエールはマリーの研究に深い関心を持ち、彼女の才能を全面的に支援したんだ。二人の強いパートナーシップが困難な研究を続ける励みとなったね。これらの理由からマリー・キュリーは放射線の研究を深め、その分野で多大な成果を上げることができたんだ。彼女の献身的な努力は科学界だけでなく医療技術の進歩にも大きく寄与したよ。ハミルさん、この説明でキュリー夫人がなぜ放射線研究にこだわったのか、その理由が少しは理解できたかな。だいぶ理解が深まった感じがする。もしかしてなんだけど、現在当たり前のように使われているレントゲンも、キュリー夫人の研究のおかげだったりするのかな。ハミルさん、レントゲン、X 線についての質問ありがとう。マリー・キュリーの研究は確かに放射線技術の発展に大きな影響を与えたけど、レントゲンとはちょっと違うんだ。それを少しだけ解説するね。レントゲン X 線の発展。レントゲンは、1895年にドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンによって発見されたんだ。彼は実験中に X 線が物質を透過して写真乾板を露光させることを見つけたんだ。この発見によってレントゲンは1901年に最初のノーベル物理学賞をもらったよ。マリー・キュリーの放射性元素の研究。一方、マリー・キュリーは1898年に夫のピエール・キュリーと共に放射性元素であるラジウムとポロニウムを発見したんだ。キュリー夫妻の研究は放射性物質が自発的にエネルギーを放出するという性質に焦点を当てていたんだ。彼らの研究は放射線療法の基礎を築き、後にがん治療で重要な役割を果たすことになったんだ。放射線技術への影響。マリー・キュリーの研究は X 線やその他の放射線を使った医療技術の発展に間接的に影響を与えたんだ。彼女の研究が放射線の理解を深め、安全な取り扱いや医療への応用を進めたんだ。特に彼女の発見したラジウムは医療分野での放射線利用を促進する重要な役割を果たしたんだ。だからマリー・キュリーの研究が直接レントゲン X 線の発展に貢献したわけではないけど、放射線を医学的に応用する技術の発展には大いに貢献したんだ。彼女の研究が放射線医学の進歩に与えた影響は計り知れないよ。この説明でレントゲンとマリー・キュリーの関連についての理解が深まったかな。他にも疑問があるかな。へえ、がん治療に生かされているんですね。すごくよく分かったし、新しい発見もできて大満足です。せっかく大好きなキュリー夫人のことを学んだんだから、未来に生かしていきたいなって思います。私たちはこの学びをどんな風に生かしていけるんだろう。素晴らしい意気込みだね。マリー・キュリーの研究とそのスピリットから学ぶことで、私たちの未来にもたくさんのヒントがあるはずだよね。次のセクションでディスカッションしよう。それではマリー・キュリーの学びをどのように活用できるか、いくつかの考え方を提案してみよう。好奇心を大切にする。マリー・キュリーは新しいことにどんどん挑戦してたよね。私たちも好奇心を持って新しいことにチャレンジすることが大切だよ。知らないことを探求することで成長できるし、新たな発見があるかもしれないよ。困難に立ち向かう勇気。マリー・キュリーはたくさんの困難にも立ち向かってきたよね。私たちも困難にぶつかった時には、彼女のように強さを持って乗り越える勇気を持つことが大事だよ。継続する情熱。彼女は研究にずっと情熱を注いできたよね。私たちも目標に向かって継続して努力することが大切だよ。何かに真剣に取り組むことで成果が出ることもあるからね。教育と知識の共有。マリー・キュリーは自分の知識を広めるために教育活動もしていたよね。私たちも学んだことを他の人とシェアすることで、みんなが成長できるし、社会全体も良くなるよ。これらの考え方を実践することで、マリー・キュリーの遺産を現代に受け継いでいけるよ。ハミルさんがこれからどう生かしていくか、どれに取り組んでみたいか、何か意見はあるかい？生かしたこと。実は
私って継続力に欠けていると思っているんです。何か困難な状況になると、すぐに萎縮しちゃっていうか、失敗しないかって想像ばかりが先に立ってしまって、思うようにことが進まないんです。だから、キュリー夫人が好きっていうのも、強さに憧れている部分が大きいんです。何かを継続する情熱を保つためには、いい時も悪い時も、揺るがないモチベーションが必要だと思うんですけど、この部分に対して少しディスカッションしたいです。ハミルさんの言葉、よくわかるよ。続けることって本当に難しいよね。特に困難や失敗の恐れがあるときはモチベーションを保つのが大変だよね。でもマリー・キュリーのような人たちがどうやって困難に立ち向かって情熱を持ち続けたのか学ぶことができるよね。いくつかの考えを共有してみるね。目標の明確化。マリー・キュリーは自分が何を達成したいのかを明確にしてたよね。目標がはっきりしてるとどうしてそれを達成したいのかがよくわかるから、困難な時も前に進めるよ。小さな成功を積み重ねる。大きな目標に向かうのは大変だから、小さな目標を設定してそれを一つずつクリアしていくのが大事だよ。小さな成功体験が自信をつけてくれるし、モチベーションを保つのに役立つよ。失敗を学びとする考え方。マリー・キュリーも失敗から学んできたよね。失敗は避けられないし、その経験から学ぶことが大事だよ。失敗を次に生かすためのチャンスと捉えると、次の成功につながるんだ。サポートシステムの構築。マリー・キュリーにとってパートナーであるピエールは大きな支えだったんだ。だから信頼できる友人や家族、同僚などサポートシステムを持つことも大切だよ。困難な時に話せる人がいると心強いよね。自己へのご褒美。成功した時は自分を褒めてあげることも大事だよ。小さな成功でもいいから自分を喜ばせることは次に進む力になるからね。これらの考え方が情熱を保つためのヒントになればいいな。ハミルさん、どのポイントが特に心に響いた？そういう考え方もあるんですね。私はできているなって思ったのは、目標はちゃんと設定できているかなって思いました。でも、すぐに成長しようとして、小さな成功に目を向けなかったり、失敗を学びとする考え方は、新しい発見でした。自分へのご褒美はいつもチョコにしてるんだけど、ダイエットもしなきゃだから、そこそこにしておきますね。サポートシステムって、いいパートナーがいることも含めてなんですね。でも、どうやって信頼関係を築いたりしていくんだろう？心を開くのって少し苦手で。ハミルさんが目標設定ができていると感じているのは素晴らしいスタートだよ。小さな成功に目を向けたり、失敗から学ぶ考え方について興味を持ってもらえたことも、とても良い進歩だと思うよ。そして、自分へのご褒美がチョコレートとは、なかなかチャーミングな選択だね。節度を保ちながらのご褒美も大切です。さて本題の信頼関係の構築に関して、いくつかのアドバイスを共有してみるね。コミュニケーションの開始。信頼関係はオープンで正直なコミュニケーションから始まるんだ。最初は軽い話題から始めて、徐々に深い話題に進むことでお互いのことをよく知れるよ。心を開くためには自分から少しずつ話すことが大切だよ。相手の話を真剣に聞く。相手の話を注意深く聞くことは信頼関係を築く上でとっても大事だよ。相手の気持ちや考えを理解しようとすることでお互いの信頼が深まるんだ。小さな約束を守る。信頼は小さな約束を守ることから生まれるんだ。例えば、また話そうねと言ったら、それを忘れずに実行することが大切だよ。感謝を表現する。相手の親切な行動には、きちんと感謝を表現することが大事だよ。そうすることで、お互いの関係が深まっていくんだ。脆弱性を共有する。自分の弱さや不安などの脆弱性を適切に共有することも、信頼関係を深めるためには重要だよ。そうすることで、お互いの理解が深まるし、信頼も築けるんだ。心を開くのは難しいけど、一歩ずつ進んでいこうね。そういえば、この間、クラスであんまり話したことがない子が話しかけてきてくれて、将来はどうするの？って聞かれたんです。私、恥ずかしくってはぐらかしちゃったから、明日その子に話しかけてくれたことをありがとうって伝えて、少しお話ししてみようと思いました。他にも、好奇心を大切にする、困難に立ち向かう勇気、教育と知識の共有、などのアイデアもありましたね。皆さんも、ぜひコメント欄で、私の大好きなキュリー夫人の言霊について語り合いましょう。今日は新しい発見をいっぱいくれてありがとうございました。ハミルさん、素晴らしい一歩を踏み出す決意、本当に素敵だね。クラスメートとの会話から始めて感謝の気持ちを伝えることはお互いの信頼関係を築く素晴らしい方法だよ。そこから始まる会話が
予想以上に楽しいものになるかもしれないね。またキュリー夫人の精神を生かして好奇心を大切にし、困難に立ち向かい教育と知識を共有するという点について話を進めることは、みんなが学び成長する大きな機会になるよ。コメント欄で他の皆さんとの議論も楽しみにしてるね。今日のセッションがハミルさんにとって有意義なものになったと聞いて、私も嬉しいよ。これからも新しい発見や成長をサポートできることを楽しみにしてるよ。皆さん、今日も一緒に歴史的な偉人マリー・キュリーの言霊を探求してくれてありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは何に興味を持っていますか？ハミルさんからのコメントや皆さんがこのビデオを通じて感じたこと、考えたこと、学んだことをぜひ聞かせてください。皆さん、最後まで見ていただきありがとうございます。君は何に生かしたいという問いかけに対して、私は積極的にクラスメートとの関係を深める一歩を踏み出すことを思いついたんです。キュリー夫人の持つ探求心や困難に立ち向かう勇気に触れ、自分の未来への道筋を考える機会をもらえたこと、すごく貴重な時間になったなって思っています。マリー・キュリーの言霊が示す好奇心や困難に立ち向かう精神をどのように感じたか、コメントで共有してみてください。そしてこの動画があなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ご紹介した言霊について皆さんの心に少しでも届いていましたら幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。